どうも、新田勝と申します。本チャンネルではプラモデルの制作やゲームなどの配信を行っています。今回はコードギアス反逆のルルーシュよりハイグレード画面を制作していきます。こちらのキットはハイグレードではありますが、比較的大型のキットです。作中でもランスロットなどと比較するとかなり大きな機体なのでボリューム感がありますね。20センチを超えているので、ガンプラですとマスターグレードなどと同じくらいのサイズ感です。可動域は素晴らしく、縦膝なんかも問題なくできてしまいます。文句なし最高のキットです。今回は光沢と反射マシマシ、鏡面仕上げで制作していきます。まずはパーティングラインを処理していきましょう。下地も兼ねて2000番くらいまでヤスリをかければ大丈夫のはずです。こんな感じで処理してみました。黒い部分は傷などが目立ちやすいので結構気を使いますね。これだけツヤツヤなら塗装後には傷は見えないはずです。次は合わせ目を段落ちモールドで処理していきます。接着剤を利用した合わせ目消しが苦手&面倒なのでお手軽にやってしまいます。 BMC ダンモの 0.3mm をパーツの際に合わせて軽くなぞっていきます。これで簡単に段落ちモールドを作ることができます。こんな感じでモールドを彫ることができました。接着剤などを利用する方法と比較すると圧倒的に時間を短縮できる上にディティールまで作れちゃいます。塗装に入っていきましょう。今回も下地として全てのパーツにガイアの EX ブラックを塗装していきます。黒下地は光を通さないので重厚感のある仕上がりになってくれます。またパール塗料本来の色を出すには黒下地が最適です。塗料をちょっと濃くしたので一層で十分な黒さを得ることができました。下地が1回で済むのは非常に楽になります。内部メカやフレーム部分をガイアのスターブライトアイアンで塗装します。アイアン系の塗料はいろいろありますが、個人的にはこれが一番です。大体のキットで使っているような気がします。いい感じのギラつきになりました。後でメタリックの保護としてクリアを塗ってあげましょう。さらに綺麗なメタリックになってくれます。黒い部分に EX ブラックを塗装していきます。下地としての黒は1層で十分になりましたが、黒色を塗る場合はプラス1層ぐらいは必要です。メタリックを合間に挟まないので傷が消えづらいのが悩ましいところですが、その分光沢が綺麗に出てくれます。こんな感じになりました。綺麗なピアノブラック、光沢がしっかりと出てくれています。あとはクリアコートをしてあげるだけで良さそうです。ゴールドの部分をガイアのパールゴールドで塗装していきます。数あるゴールド系の塗料の中でも独特な感じの色をしている塗料です。なんというか和風というか雅な感じがする色をしています。上品でありつつも複雑な色味がいい感じです。綺麗に発色してくれました。パール系のメタリック塗料ですのでクリアコートでもっと美しい色になってくれます。バックパックなどの赤い部分はキャンディーレッドで塗装します。キャンディーレッドの下地はガイアのガンメタルです。ガンメタルをキャンディーの下地にすると鮮やかさが一段落ちた赤色になります。下地によっていろんな表現ができるのがキャンディー塗装の面白いところです。ガイアのクリアレッドを塗っていきます。最近はクレオスの顔料系クリアも使っていたのですが、やっぱりクリアレッドはガイアカラーのものが綺麗なような気がします。染料系なので扱いにはちょっと注意が必要です。とても綺麗に発色してくれました。下地がガンメタルなのでゴールド系やシルバー系の下地とは違った雰囲気です。華やかというよりも深いキャンディーレッドになっています。ウィングの緑色の部分にガイアカラーのプリズムメタリックターコイズグリーンライトブルーを塗装します。文字通り青から緑にかけて色が変化するパール塗料です。とても綺麗な色ですね。1480円とガイアカラーでは高額な部類に入る塗料なのですが、高いのも納得です。オレンジのパーツはキャンディーオレンジで塗装します。下地にはクレオスのクリスタルカラームーンストーンパールを選びました。ガイアカラーのクリアオレンジを塗っていきます。久々に使うのですが、ガイアのクリアオレンジもとても好みの発色です。こんな感じで塗れました。下地のムーンストーンパールのおかげでギラつきを抑えつつ深みのあるキャンディーオレンジになってくれました。パール塗料の角度によって色が変わる特性はキャンディー塗装と相性抜群です。目の部分はキャンディーレッドで塗装します。下地にはムーンストーンパールを選択。
深みと明るさを両立させます。ガイアカラーのクリアレッドを塗装していきます。下地がムーンストーンパールなので、先ほどのガンメタルを下地にしたものよりも鮮やかな色になります。綺麗な赤色に塗装することができました。目の部分は明るめにしないと周囲に埋もれてしまうので、色選びに悩みがちです。最後にクリアコートをします。パールやメタリック層の保護に加え、研ぎ出しに耐えうる塗膜を作っていきます。3層もやれば十分のはずです。素晴らしい光沢になりました。研ぎ出しで一度ヤスリがけをするのがもったいないくらいですね。これで塗装は完了です。研ぎ出しに入っていきます。バフレックスを紙やすの裏側に貼り付けて表面を整えていきましょう。コンパウンドをかける前に表面の微細な凹凸を平滑にすることで仕上がりが良くなります。エッジ部分の塗装を削らないように優しく全体をヤスリがけしていきます。こんな感じで表面が全体的にマットになっていれば OK です。ウルトラフィーナコンパウンドプレミアム目消し肌調整用で磨いていきます。紙やすの裏面に少しコンパウンドをつけて丁寧に研ぎ出していきます。動画ではコンパウンドを結構たくさんつけていますが、もっと少なくて大丈夫です。横着してボトルから直に出したら出しすぎてしまいました。塗料皿などに出して綿棒でちょっとずつ塗るといい感じです。1段目のコンパウンドが終わりました。どうでしょう、うっとりするような素晴らしい光沢です。ウルトラフィーナコンパウンド HGN 仕上げ用でさらに磨きます。先ほどと同じように紙やすの裏にコンパウンドをつけて作業していきます。仕上げ用は目消し用よりも細かく動かしていきましょう。同じ向きだけに動かさず、縦、横、斜め、円などいろんな動きで磨いていきます。仕上げ用が終わりました。目消し用と比べて劇的な変化ではありませんが、先ほどよりも反射が綺麗になっています。ウルトラフィーナグロスアップコンパウンドで艶出しをしていきます。グロスアップコンパウンドの目的はあくまで艶出し。力をほとんど入れずに撫でるように動かします。伸びもいいので量もそこまで使う必要はありません。ここまで来ればエッジの塗装を削ってしまう心配も皆無です。グロスアップが終わったものがこちらです。触った感じからして今までと違います。光沢、反射も文句なしです。研ぎ出しは面倒で疲れますが、この出来上がりを覚えてしまうとやめられないですね。では最後の組み立てを行っていきます。今回は黒を基調としたキットだったので、表面の傷などが目立ちやすい点が不安でしたが、なんとか無事に仕上げることができました。本当はもっと早く制作したかったのですが、 PC 周りのトラブルや新年度でいろいろやってるうちに2ヶ月が過ぎていました。コンスタントに動画を上げたいのですが、なかなか難しいです。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。感想などございましたら、ぜひぜひお気軽にコメントなどいただけますと嬉しいです。チャンネル登録や高評価などもお待ちしております。他にもプラモ制作動画を上げているので、そちらも何卒よろしくお願いいたします。それでは完成動画をご覧ください。